動画をご覧の皆さん、こんにちは。今回は第9弾、初の HD ハード作品、ソニック・ザ・ヘッジホッグ2006ことね、真相にレビューします。いわゆるクソゲーとして名が広まっている本作ですが、ファンから見た場合はね、どんな点が悪かった、良かったというのをね、しっかり説明していきたいと思います。それでは、始めます。どんな作品？真相には2006年12月21日に PlayStation 3、Xbox 360の2つのハードで発売されました。発売日に関してちょっとした余談なのですが、この作品、国によってね、発売日がずれているというのはいつものことなんですが、なんと最速の国だとね、Xbox 360版のみが約1ヶ月早くリリースされるという事態が起こりました。今でもね、例えばパソコン版とか、アップグレード版にあたるね、PS4 のソフトの PS5 版などでね、発売日がずれるというパターンはありますが、同世代でね、ハードごとに発売日がここまで変わるというのはね、珍しいです。ちなみに他の作品でも、このハードごとにね、発売日がずれることはあったんですが、ここまで開いたっていうのはね、本作のみです。で、ゲームの特徴としては、HD ハードのね、美麗なグラフィックエンジンを利用して、全面的に美しい世界観と登場人物がリアル寄りのね、デザインと等身にされました。イベントシーンはファイナルファンタジーシリーズなどで有名な、リアルとファンタジーの融合を得意とするね、CG チーム、白組によってね、作られており、リアル感を出しつつもね、ソニックのようなキャラが、浮かないようにね、作られております。で、ゲームシステムなんですが、ソニックアドベンチャーに戻ってね、主人公ごとにフィールドパートを探索しつつストーリーを進めて、そのステージを攻略していく。で、各キャラクターのアクションとかもね、アドベンチャー時代に似たようなものとなりました。ここまで聞くとね、なかなか良さそうな作品に見えますが、一体何が問題とされているのか、それはこの先でお話ししていきます。良かったところ、作品の概要でね、話した通りに CG デザイン自体はね、かなりよくできています。リアル感がありながらもね、ソニックたちは浮きすぎない程度のデザインで、ちゃんとムービー中にはね、アニメ寄りのね、モーションとかがあるので、だから今までのね、感じを失っていません。さすがここはね、プロの CG チームと言えるところでしょう。で、キャラごとのね、ストーリーも基本的によくできております。各視点から見ていって話がつながって、クリアした最後の大きな話が待ち受けるという流れはね、アドベンチャーからということもあって、また見事にね、作られております。で、特にね、シャドウは、前作が、今回レビューはね、後回しとしていますが、外伝作でね、一つ話に大きな区切りがついてしまったんですが、今回はね、そこから新たな問題を見つけて、最後にまた、シャドウがその答えをね、出すというシナリオがね、とてもよくできています。で、アクションシステムなどもね、アドベンチャーに戻ったので、ソニックアドベンチャーが好きな人だとね、受け入れやすい方なのかなと思います。体力性の敵とか、レインボーリングとかね、ヒーローズで登場した要素を入れつつ、そのアドベンチャーのスタイルで進むゲームというのもね、これまでのソニックのいろんなシステムの進化などを実感できる出来となっております。悪かったところ、たくさんありますが、まずは避けては通れないね、ロードや処理の重さの話ですね。このゲーム有名ではありますが、アドベンチャーマップを切り替えるイベントが一つ進む。ステージの一定区間でね、差し掛かると長いロードが入ります。で、これゲームでよくある手法のね、イベントシーンだけ解像度の低いものとか、マップの一部だけを切り取ったところを作っておくとか、ロードの区間をね、小分けして裏で読み込ませるとか、そういう処理をしていないので、すべてのデータをね、1回のロードで読み込んでしまうことが原因らしいです。で、ボスを倒した後に、ボスが爆発したりするムービーとか、例えばね、会話をして少しした後カメラが変わる時とかにも、全く同じ長さでロードが入ります。これがね、ゲームのテンポを恐ろしく、悪くしておりね、こんなものは他に存在するのかと言えるぐらいには、非常にまずい出来だと思うんですよね。で、またゲームの処理の話なんですが、このゲーム、敵が多く出てきたり、岩が崩れてきたりするシーンとかにね、差し掛かると、処理落ちしてしまいます。せっかくのスピード感がね、失われてしまいますね。処理落ちといえば、PS2 時代のね、ヒーローズでも問題となっておりましたが、本作ではさらにひどくなっております。で、ステージの長さに関してもヒーローズから引き継いでしまっており、一定区間でロードが入ることを抜きにしてもね、ステージの全長はかなり長く、
普通に進んで10分ぐらいかかる場所なんてのも多いですね。で、これらの長さの問題からね、今日は1ステージ進めてイベントを見たらセーブしようかなぐらいの気持ちでやると1時間以上かかってしまうなんてこともね、ありえます。ちなみにね、移植や互換に対応してないタイトルなので、このロード時間を少しでも軽減する方法はありません。やることの面で言えば、ソニック・シャドウはそれなりに作り込まれていますが、新主人公のシルバーは敵の攻撃を利用して戦う場面が多い関係から、テンポが悪いです。一応後半になるとね、相手に直接攻撃できる手段とダッシュのようなアクションが使えるようになりますが、それが使えるようになるまでが長いです。それまでにね、嫌になってしまう方も多いと思います。またね、シルバーのシナリオではエミーを使うのですが、エミーはね、今回、ハンマーを必ず立ち止まってから攻撃しなきゃいけない上に、振り下ろすまでが長い。そして振り下ろした後も隙だらけ。攻撃範囲は、短いとね、とにかくストレスが溜まりやすい仕様となっております。ソニック編でね、操作するナックルズに関しても、攻撃で無駄に動き回る上に、壁をうまくつかめないなどね、いろいろと操作がしづらいキャラとなっております。逆にルージュはね、爆弾を投げるアクションが追加されたおかげで攻撃面が楽になっております。で、アクションの調整というよりかは物理エンジンなんですが、リングが飛び散りやすくなってしまったり、一部の足場から落下しやすいっていった問題が起きましたね。これはどのキャラでもね、共通して問題となります。そしてこれはね、乗り物パートや高速パートにも適用されており、物理エンジンがね、悪さをしていて、操作が非常に難しくなっていますね。例えば高速パートっていうのは目の前にソニックが走っていくんですが、これがね、物理エンジンと相まってソニックがとんでもない方向に飛ばされてしまったりすることがあります。それ以外だと乗り物だとね、ひっくり返ってしまったりすることがあってね、なかなかに難しいです。シナリオですがね、全体的に言えばもちろん盛り上がりますし、ライターはアドベンチャー2からの続投なのでね、素晴らしいシーンも多いです。ただシルバーのシナリオだけはいまいちかなと思いました。シルバーが様々な人と出会ったり事件に巻き込まれることで彼がね、最終的に非常に頼もしい存在に成長していくのは良いのですが、ブレイズがね、相棒か師匠かわからないポジションのままで途中で退場します。ブレイズはね、退場の関係で、その後も話があんまり関わってこないっていうのもあるんですが、退場するまでの間もね、ほとんど空気ということもあって、正直よくわからなくて、で、いきなり退場してしまうっていうのが正直な感想ですね。ブレイズ自体のキャラがもうちょっとよく描けていれば、シルバー編のね、印象も変わったと思います。で、あとはやり込み面の話になるんですが、いわゆる隠しアイテムであるメダルはね、ステージ中やアドベンチャーフィールドにあるものの、これね、取った時点では今何個取れたかとか、このエリアは全部コンプできましたっていうのがわからないです。確認する方法はギャラリーに行くしかなく、とてもね、集めるという作業がしづらいですね。まあ幸い Xbox One 以外のね、方では一切隠し要素などには関係しませんので、アドベンチャーのエンブレムと違ってね、取るのが必須ではないのはちょっとした救いなのかもしれません。そしてソニック編のバランス調整なんですが、リングのね、総枚数が実はかなり厄介なことになってまして、シナリオで S ランクをと言いつつステージ内のリングもそれなりに持ち帰るということをしないと、救済措置でもね、ある追加アクションを購入するリングが全然足りません。不足した場合はね、最終面からラスボスまでエンディングを見るのをね、ひたすらループしてリングを集めるという手段しかなくなります。逆にシャドウとシルバーはいくら下手に進めてもリングが余ってしまいますね。これは調整不足なので、シャドウ編、シルバー編のね、リングも最終的に合算できるとか、そういう仕様があればよかったかと思います。まとめ、ソニックシリーズとしては15周年、HD ハード初ということもあって間違いなく大作であると思います。ただし、いろいろと詰め込んだ代わりに技術が追いつかなかったというね、なんとも悲しい作品でもあります。前作に比べて、気楽に比べられる作品ではないというのがさらに増してしまったのですが、今作はね、美麗なグラフィックにリアル寄りだけどソニックは違和感なく溶け込んでいるとか、シナリオが長くてとても見応えがあるとか、モーションのね、方もリアル寄りになっているが、それらがキャラクターに合っているなど、またね、魅力を感じられる要素もたくさんあります。ソニックの愛がある方やね、シナリオや世界観が好きになれそうな方はぜひともと言いたいんですが、この理不尽なゲームに耐えられるか、
どうかってところですね。挑戦してみる価値はあると思いますよ。ただ、中古価格がね、結構高騰している傾向があって、値段的にね、手を出しにくい方法になってきてしまったっていうのはありますね。そろそろリメイクなどをしてほしいところです。ではね、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。